皆さんこんにちは。Всем привет. ロシア在住日露夫婦ボバと桜子です。はい、今日の動画は、前回の動画でお知らせした、視聴者さんのインタビュー動画です。はい、でこの動画は日本語とロシア語が混ざっているので、YouTube の字幕をオンにしてご視聴ください。Сегодня мы посмотрим видеоинтервью нашего зрителя, который прилетел в Москву на 2,5 месяца. Да, 2,5. Вот, он смог пожить как турист и проникнуться бытом москвича, потому что его встретили друзья русские и погрузили его в среду, так сказать. Начнем. はい。ぜひ最後までご覧ください。 Ладно, давай выпьем. У нас сегодня с тобой айс-кофе со льдом. Потому что на улице 38 градусов было. Да, в этом году самое жарко, да? Угу. Что-то завтра уже 25-27. Да. Полегче будет. Россия 38 градусов. Да. А все думают холодно. Да. Поехали. Здесь жарко. Ай. はい。はい、じゃあ今日本当にありがとうございます。はい、一つ目の質問なんですけど、どうしてまずロシアでしたか？本当いろんな国がある中で、なぜここに来たのかっていうのを教えていただきたいです。なんだろう。もともと旅行が好きで、いろんな国に行くのが好きなんですけど、特にロシアはなんだろう、知らないことが多い。だけど日本から一番近いし、なんだろう、こう昔とかよく Google ストリートビューでロシアに飛んでなんかこうロシアの道にロシア人の人が歩いてるとか、そういうのを見るのが好きだったんですよね。でそれが結構日本からすごい近いけど、もう海越えた場所、すぐそこに全く文化の違いロシア人がいるっていうのが、ちょっとそこにロマンを感じるじゃないけど、みたいなのがあって、昔からなんかロシアにはすごい行きたいなっていうのは漠然としてあったっていう、あります。はい。そんな感じでいいのかな。はい。まあ、気になってはいた。気になってはいましたね、ずっと。でもちょっと謎というか、近いけど、あまりよくわからない国っていうイメージは私は持ってました。あんまりテレビでも見ない国、アメリカとかの国はよく見るけど、あんまりテレビでもメディアでも親しみがない国ではあるので、ニュースでしか知らない国って感じですよね。そう。ありがとうございます。はい、2つ目の質問なんですけど、2つ目の質問はロシアに来る前の印象と来てからの印象、今1ヶ月半2ヶ月間ぐらいロシアに住んでみてどんな印象の変化がありましたか？あと同時にロシア人のイメージの変化も教えていただきたいです。まあ、具体的にどういった違い？ちょっと動画撮る前に桜子さんに話したんですけど、なんだろう、よく SNS で流れてくる、熊と戦うロシア人とかそういう強烈な印象はやっぱり残るので、そういう印象はちょっとあって、なんだろう、ちょっと怖いイメージはありました。あんまり喋らない、笑わないみたいなイメージがあって、で実際に来てみたら、なんだろう、人は、まあ、笑わない人は確かに多い。だけど何回も顔を合わせると意外とその違う面が見えてきたりとか、あと人によってスーパーでもすごく笑うおばちゃんがいたりとか、そういうイメージは少しずつ変わってきました。さっきユーロスパの中で店員さんがどこから来たのって言って日本人って答えたら宮本武蔵って言ってあれ中国人って言ったらなんて言ってたんだろうね。確かにそういうのは結構ある。意外となんていうの、
他人同士の、なんていうんだろう、インタラク、関わり合いじゃないけど、なんていうんだろう、ちょっとした会話じゃないけど、なんかちょっとしたことが温かい感じがするかな。それはありますね。よそよそしくないというか、それは感じました。なんか私ロシアに来て比較的すぐの頃に、ポケットにスマートフォンを入れて歩いていたら、後ろ歩いていたおじいさんにジェボシカっていうのお嬢さんみたいな感じなんですけど、ジェボシカ、スマートフォンそれは落ちるからちゃんとカバンの中に入れないとダメだよって後ろから叫ばれて、ボルゴグラードで？ボルゴグラードで、日本だとないですよね、確かにそういうの。そういうのが関西のおじちゃんとかだったらありそうですね。そういうなんかおせっかい、温かいおせっかいが結構あるかな。あとなんか男の人に多いけど、なんか助けてくれて、ありがとうって言った時はなんかこうもうそっぽ向いてるみたいな。あれクールなのかな、シャイなのかわかんない。ありがとうにも及ばないよみたいな。そうそんな感じの、そういう人が結構多いイメージ。なんか日本人だといえいえみたいな感じだけど、目を見ないみたいな、当然だみたいな感じの、それを態度で示すじゃないけど、それは感じます。はい、次の質問は、ロシア料理の、いろいろロシア料理試されたと思うんですけど、特に美味しかったもの、あとはこれはちょっと無理という食べ物があれば教えていただきたいです。ロシア料理、美味しいですね。美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいですね。なんだろうな。でも何が美味しいかって聞かれると説明するのが難しいんですけど、日本人の口に合うんですかね。どうなんだろう。しょっぱすぎないし、ちょうどいい。だけど甘いのはすっごい甘いです。スイーツはすっごい甘い。スイーツはすごい甘い。ご飯はすっごい美味しいですよ、料理は。結構長くいますけど、まだ日本食が恋しくあんまりなってない。ならないですか？ちょいちょいジャパレス日本食レストランに行ってます。カツカレーを食べました。それもあるんですけど、やっぱり全部美味しいですね、食べ物が。逆にこれは無理。あれ何でしたっけ？料理名、冷たいスープ。夏に食べるスープ、アクローシカ。アクローシカ。あれは試したんですけど、ダメでした。あれはわかんない。ロシア人の方に怒られるかもしれないんですけど、あれは理解できません。Он не понимает вкуса окрошки. А. Но окрошка это одно из русских блюд, которые люди едят летом. Да, только летом. Да, и это русский холодный суп. Я бы даже сказал салат оливье с квасом или с кефиром. Ну да, некоторые вообще не переносят окрошку, а некоторые с удовольствием кушают. Да. Я равнодушен к ней. Да. Я сама не готовлю. Ну да, ты как-то... Но я попробовала. Могу есть, но... Не твое блюдо. Не закажу. Да. Сама не закажешь. Не готовлю. Но это очень сложно объяснять, какой вкус, потому что кефира вроде нет в Японии. Кефира. И еще квас тоже, да. Но такое вообще нет в Японии. Ну да. うわ、すごい。そう。ちょっといい感じに映ってますよ。雪みたいな。ね。冬のそなたみたいな。年代バレます。そっか。お母さんが見てたやつ。
アクロシカ、私も初めて食べた時にちょっとんってなりました。あれちょっと、あれはそのロシア人は美味しいと思って食べてるんですか？多分美味しいと思って食べてると思います。栄養にはすごい良さそうですよね。いろんな具材が入って、なんか冷たいのもちょっと私、でもでも九州冷や汁が。冷や汁、あれどこだっけ？宮崎だっけ？冷や汁って。宮崎か。南九州の方かもしれない。福岡はあんまり食べないですか？なんか冷や汁も私初めて食べた時はちょっとってなって、僕もあんまり好きではないですね。でも何回か食べてるうちに美味しくなってきたから、もしかしたらアクロシカも何回か食べていると美味しくなってくるかも。どうなんだろう。舌が慣れたら。本当に怒られるかもしれないんですけど、一回その友達に勧められて買った時に、でその入れるやつ、ビールみたいなやつも買ってかけるじゃないですか。くばす。そう。で食べて、シュワシュワしてる時点でもうこれ無理だと思って、で食べたらなんか塩っ気もないですよね。あんまりありますよね。ない。塩っ気もなくて、食べれなかったんですよ。3口ぐらいしか。それを僕は鍋に移し替えて塩と胡椒を振って温めて食べました。そしたら食べやすい。そしたら食べれました。なるほど。友達はなんて言いました？いや、もうそれは仕方ない。納得してくれた。そう。大丈夫かな？怒られないかな？日本人にはちょっとハードルがあれはある食べ物かもしれない。誰も食べたことない味だと思います。他にちょっと例えられない味ですよね。はい。特に美味しかったロシア料理？本当数日前に食べたんですけど、ちょっと見ていいですか？なんだっけな。なんて読むんだろうこれ。ペリメニ？ペリメニ？これロシア料理ですか？ロシア料理です。めちゃくちゃ美味しかったです。ペリメニはみんな好き。チーズ入り？チーズ入りって言ってました。ペリメニは結構ロシア料理の王道。だったの。日本ではボルシチとピロシキのイメージですよね。あとなんだっけ、ビーフストロガノフ。ビーフストロガノフ意外とロシア人食べなくないですか？そうなんですか？あんまり見ない。でも確かに私自分しか作ってる人見たことない。本当ですか？結構美味しいですね。東京にロシア料理店があるんですよね。そこでビーフストロガノフ食べて美味しかったんですよ。だからこっちでも食べたいなと思ってて、でもまだスーパーでしか食べてないです。ビーフストロガノフ。レストランであんまりあるかな？あんまり見ないかもしれないですけど。ちょっと近すぎた。恥ずかしい。ロシア料理ではないけど、結構いろんな料理が楽しめるじゃないですか。モスクワだと特になのかもしれない。だからロシア料理ではないけど、シャクシュカとかすっごい美味しかった。シャクシュカ？何ですかそれ？これどこの料理なの？聞いたことないです。すっごい美味しい。写真あります？あります。それどこの料理ですか？北アフリカ、チュニジアが起源で、その後イスラエルなどの中近東や北アフリカ全域に広まった伝統的な卵料理なんだ。美味しそう。素敵。なんかいろんな料理も楽しめるっていうのもいいなと思います。もうそういうのも全部ひっくるめて美味しいですよね。食べ物が本当に美味しい。どこに入っても美味しいです。次の質問は、ロシアで、困ったエピソード、トラブルもしあれば教えてください。あとは何か驚いたこともしあれば
それもエピソードと一緒に教えてください。インターネットかな、が結構不安定、日本に比べると結構不安定で、eSIM だからかもしれないんですけど、急に繋がらなくなったりするので、そこかな。ネットがすごい遅かったりします。やっぱ旅先でインターネットが不安定ってすごくストレスですよね。そうだから知らない土地勘がないので、そうネットがつながらないとやっぱ地図マップアプリとかもそう使えないので、急に乗り換えが分からなくなったりとかもありますね。Вот проблема интернета, да? Моя знакомая из Японии, она тоже сказала, что она была в Москве и тоже у нее была проблема с интернетом. И, для туриста это большая проблема. Потому что даже сейчас у россиян, интернет зависит от времени суток и от места, где ты в городе находишься. Где-то есть, где-то нету, а для туристов вообще проблема, потому что их карты у нас просто не работают. Да, они подключаются к нашим сетям. Вот у нас был пример даже с этим товарищем. У тебя Билайн, и его карта подключилась к Билайну. У тебя был интернет, а у него нет. У него Стоим рядом. Да. Но показывает, что есть. Да. Интересно. И, по-моему, сейчас проблема иностранцам оформить сим-карту. Как-то точно не знаем, но что-то поменялось. Поэтому, если иностранцы едете в Россию, скачайте офлайн-карты города, там, Яндекс.Карты и эти схемы метро. Если бы большой город, в большом городе. Да. Они работают без интернета, чтобы как-то доехать можно было. シャワーのお湯これはあるあるなのかはわからないんですけど、今友達のアパートに滞在してるんですけど、そこのアパートのお湯を出すとお湯が茶色のお湯が出るので、最初はそれがすごく驚きました。それは常に出てるんですか？茶色。いや、日によるんですけど、多分雨とか降ったり、雪の日が一番茶色でした。あ、そうなんだ。雪の日が一番茶色だったので、気温と関係あるのかな、わかんないですけど、配管が錆びてるのか凍結したのか。そうで、寒かったんで、やっぱ日本人だからお湯に浸かりたいんですよ。で、その日にバスソルトみたいなのを買って帰ってきてお湯入れようと思ったら茶色のお湯が出てきたんで、悲しい。断念しました、その日は。Смотри, для японцев чистая вода, электричество, интернет – это норма. Да? Поэтому, в России, например, летом. Что летом? Выкрутит. Воду? Да. Да. Я когда маленький был, нас выключали на месяц, на 1,5. Да? Да. Сейчас у нас, по-моему, неделя или 2, что-то такое. Не, по-моему, меньше. Меньше, да? Меньше, но это для меня большая проблема. И если это происходит в Японии, это будет новостью в всю страну. На всю страну? Да. Но у нас бойлер, поэтому ты не страдаешь сильно. У нас всегда горячая вода. Просто ее не очень много. Да, мы привыкшие уже в России. Да. Поэтому, он тоже был в шоке, да? Он попал, у него тоже не было воды? В Москве не было? Не, у него было, но у него коричневую воду говорили. Горячей не было? Нет, коричневую воду попал. Коричневая? Да.
А трубы меняют, но старые на новые, там где-то мусор попал. Ну да, но я тоже, это тоже было летом, выключил воду, и потом начинается. Ну да, ржавчина идет. Да, и я была в шоке, такое, с водой, с такой водой, я купаться вообще не хочу. Ну, представь, что шампанское. Нет, квас. Да, как ты думаешь, такая вода, когда ты смотришь, или когда без воды? Ну, речка же есть. Да. Тебе норм. Да, она зелененькая уже, правда, А тепло. мне? Ты не пахнешь. Да, вот так. Это как разница. Короче, не только беспокоит девушек, мальчиков тоже беспокоит, да? Конечно, в Японии всегда есть. Ну ладно. 次の質問は今後日本からロシアに来る人へのアドバイスがあれば教えてください。はい。物価が結構高いので今は日本よりちょっと低いイメージがむしろあってモスクワに来たんですけど、感覚的に外食すると2倍近くかかるところも結構多いので、そうですね、物価は結構考えてきた方がいいかもしれない。チャット GPT に物価を聞いたんですけどまんまと騙されました。そうチャット GPT なんてモスクワは日本と同等かむしろ少し安いくらいっていうふうにチャット GPT が言ってたので、そのくらいの感覚で準備してきたんですけど、基本倍かかります。はい。そうですね。自炊しない限り節約はちょっと。そうですね。でも安いものは安い。やっぱ自炊すると。じゃがいもとかすっごい安いです。そうですね。じゃがいも、人参、キャベツ、玉ねぎで暮らせたらすごく食費を抑えられる。だからカレールーを持ってきてください。カレールー。はい。野菜が安いです。野菜が安い。果物も結構安いのかな。果物は日本よりも安いですよね。だいぶ安いと思います。はい、最後の質問です。最後は、短く、またロシアに来たいですか？来たいです。来ます。はい。Это приятно слышать. Да, я тоже очень приятно. Я очень рада, что он так сказал. Понравилось. Да, когда я переехала в Россию, то я тоже почувствовала какое-то очарование, которое сложно объяснять слова. Людей и что-то самочувствие, да? Хорошо. Ну вот. Людям нравится, надо переезжать в Россию. Да. 嬉しい。来ます。ビザがあるので、そんなに頻繁には来れなそうなんですけど、できたら来年あたりには帰ってきたいかなと思います。それはどうしてですか？どうしてまた？なんだろうな。やっぱ思ってたイメージと違って、なんだろう。全然住みやすい。で夜もすごい静かだし、なんかこう日本から来てあんまりこういい意味で海外に来た感じがしない。カルチャーショックみたいなのも特になく。なんかちょっと思い出したんですけど、来てすぐの時に前世でロシアとつながってたかもしれないって言ってましたよね。そうそうそう。いやでもこれ結構好きな国どこ行ってもこれ言ってるんであれなんですけど。そう。でも本当になんかすんなりなんだろう慣れる生活に、暮らしに慣れたので、あんまりなんだろう。でご飯も美味しいし。
ぱちょっとロシア語を自分が喋れないので、まあ、そこの苦労はあるんですけど、やっぱそれ以外は本当に過ごしやすい、暮らしやすいというふうに感じるので、またぜひ戻ってきたいです。はい。友達とかにロシアおすすめしますか？気になってる人がいたら。します。結構インスタグラムに食べた料理をあげるんですけど、やっぱみんな美味しそうっていうふうに言ってて、行きたいけど生き方がわからないっていう人が結構多いですね。ちょっとね、簡単にちょっと旅行に行きたいっていうフットワークで来れる場所じゃない感じはするので。そうですね。僕はなんだっけ、何の質問でしたっけ質問なんだったっけ。ちょっと待って、ずっとぐるぐるしてる。その友達に、ロシアちょっと気になってる友達とかに、おすすめしますかっていう。おすすめはします。ぜひ行ってみたらっていうけど、やっぱりどうやって行ったらいいかわからないっていう人が結構多いので、はい。確かに日本からは確かにちょっと遠いのは遠いですよね。日本からまあそっか、モスクワか、あっちの何でしたっけ、ウラジオストクとかだったら中国経由でウラジオストクとかも行けるんですか？行けると思います。そう僕も中国経由で来たので、でこれで全部ですね。全部です。全部か。はい。今日はありがとうございました。ぜひ。いえいえ、とんでもございません。はい。ありがとうございます。Вот еще. Ну, интересно. Он ответил на твои вопросы, и я понял, что я этого не вижу, живя в России. А он свежий. Да, он как человек со стороны свежую мысль эту привнес. Да, мне тоже интересно было. Ну да. Ну все. Да, спасибо, что посмотрели. はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。はい、ではそれではまた次の動画でお会いしましょう。パカパカ。Пока-пока.